ちょっとレベルがもう違うんだよ。顔がこんなんだったら描くなよ。竜を退治してお姫様を救う伝説だけどあ、これは俺の大好きな作品ですよ。今までで一番古い作品なんじゃないかな。初期ルネサンスですね。レオナルド・ダ・ヴィンチとかより2世代ぐらい前の作家パオロ・ウッチェロの聖母子ですけども、はい、これは聖母子なのに、こんなに変で大丈夫なのかなって変だね、はい、やばいでしょ、この人はもう面白い人ですよ。なんでこんな変なのかっていう話なんだけど、書いた本人が変だからなんですよ。もうこれはある意味ね、もう初期ルネサンスのアンディ・ルソーと言ってもいいぐらいちょっと変な人で、これウッチェロはイタリアの画家によく多いようにあだ名なんですよ。ウッチェロはね、鳥なんだよ。で鳥をよく描いたからウッチェロっていう名前になった。本名はパオロ・ディ・ドーノとかパオロ・ドーニって呼ばれる人なんだけど、鳥描いた絵ほとんど残ってないんだよね。もうその辺からしてこの人変なんですよ。ルネサンスの画家の伝記資料として非常に有名なのがジョルジョ・バザーリっていう人ね。ミケランジェロの弟子にあたる人なんだけども、この人が1550年に描いた、俗に芸術家列伝って呼ばれるのがあるんだよ。いろんなアーティストの伝記をその1550年にミケランジェロの弟子のバザーリが描いてる。でその中にもウッチェロ描かれてるんだけど、もうちょっとね、一人だけ面白キャラとしていじられてるんだよ。ルネサンス期のアンディ・ルソー的な扱いなんだけど、でもルソーと何が違うかっていうと、この人はもう生前からフィレンツェを代表する画家として評価されてて、イタリア中で有名で、いろんな町からも招かれて仕事をしてたぐらいの人なんだよ。ウッチェロの肖像っていうとね、これが出てくるんですよ。これぐらいしかないんですよ。これ確かルーブルにあると思うんだけど、これ要するにフィレンツェ・ルネサンスの偉大な5人を描いた絵なんですよ。これがね、ルネスキで建築家で、フィレンツェの真ん中にサンタマリア・デル・フィオーレっていうものすごい立派なドームがある教会があるんだよ。フィレンツェのドーム、そのドームを設計した建築家なんだよね、この人ね。でこの人はね、あんまり知られてないんだけど、マネッティって言って建築家でもあるんだけど、理論家として有名なんだよね。数学者でもあった人なんだけど、有名な人で、これはドナテッロって言って、この帽子かぶったダビデ像を作った彫刻家、これがわしらのウッチェロでしょ。でこの人だけちょっと時代が違って、もっと古い13世紀の人で、ジョットっていう人なんだよ。この人がとにかくルネサンス絵画の幕を開けたっていうぐらい超偉大な画家なんだよ。もうダンテとジョットでルネサンスは始まったっていうぐらい、偉大な画家なんだよ。でだからこの中で画家ってウッチェロとジョットなんだよ。ジョットと並ぶぐらいの扱いを受けてる人なんだよ。実際それだけ大仕事をしてるんだよね。この人は1397年頃に、フィレンツェの近郊近くのプラット・ベッキオっていう村に生まれて、お父さんは理容師さん兼外科医。当時の床屋なんて刃物使うからちょっとした外科手術もやる人だ。そこのうちに生まれて、このブルネレスキとフィレンツェの洗礼堂の扉のコンペを争って勝ったギベルティっていう人がいるんだけど、ギベルティの工房に入るんですよ。15歳の時かな。そこでこのドナテッロと兄弟弟子、この2人は生涯親友だったのね。ドナテッロの弟子と言われてるのがベロッキオっていう人で、そのベロッキオの弟子がボッティチェリやレオナルド・ダ・ヴィンチなんだよ。だからボッティチェリやレオナルドよりも2世代前の人なんですよ。年齢でいうとね、レオナルド・ダ・ヴィンチは55歳上になる2世代上の人なんだよね。でこの扱いを受けてるぐらいの人だからさ、ちゃんとした仕事してて、でフィレンツェの有名な教会サンタマリア・ノベラ教会の回廊、中庭を囲むね、そこにこういう壁画を描いたんですよ。これが27歳の時で、これをフレスコなんだけど、緑泥っていう緑の顔料を主に使ってるのよ。だから全体にトーンが緑なのね。でここウッチェロの絵で囲まれてるから、
緑の回廊って言われてるんだよ。キオストロベルデっていう緑の回廊って呼ばれてるぐらいなんだけど、そこに書いて、でこれ上がこういう風になってて、ここに下のね、実際ここに柱があってっていう、こういう回廊、下がもうみんなやられてるでしょ。これね、1966年にねフィレンツェ大洪水があって、その時に下の方が水に浸かっちゃってやられてるんですよ。これ何のシーンかわかる？アダムとイブ。アダムとイブだよね。これアダム作ってるとこが神様。だまあアダムの創造のシーンだよね。見たら別に変じゃないでしょ。だこういう堂々たる作品を描いてるんですよ。これはわかるか。ここにアダムとイブいるんだけど、ここに大天使ミカエルが剣を持って、これどうしてるこの人。追いやられてる。そう、それがつまり。なんかリンゴ食べちゃった。これが今アダムとイブの現在、いわゆる楽園追放ですよ。これが俗に言う失楽園ですよ。別に変じゃないよね。それでね、ここ、これがそのウッチェロのあだ名の由来になった鳥が残ってる数少ない例なんだよ。確かに当時の画家としては鳥うまいかなという、まあでも普通かなって程度なんだよね。でウッチェロってだから鳥っていうあだ名なんだけど、この人の特徴は鳥よりもこれなんだよ。これノアの箱舟の洪水のシーンなんだけどね、ちょっとまあ色あせちゃってて分かりにくいんだけど、この箱舟の壁とかがガー来て、これなんて言うんだっけ。遠近法。そう、遠近法。遠近法が特徴なんだよこの人。この時代にそろそろ古代ローマとかギリシャとか遠近法っていうのがあったみたいだ。でそれはどういう原理なのかっていうのを数学的にちゃんとやっていこうみたいなのが始まった頃の人で、遠近法にめっちゃ熱心だった人なんですよ。だからこの人鳥っていうあだ名よりも遠近法っていうあだ名をつけた方がプロスペティーボかな、ウッチェロよりプロスペティーボと呼んだ方がいいぐらいの人なんですよ。で実際バザーリも芸術家列伝っていう伝記でね、出だしがパオロ・ウッチェロは遠近画法のことでいろいろと苦心をして時間を費やした人だが、それと同じくらいの勢力を人物の姿形や動物の絵に費やしたならば、ジョット以来今日に至るまでイタリアで生まれた最も軽妙かつ奇想に富める天才と認められたことであったろうと。遠近画法に一生懸命苦心して時間費やしたけど、同じぐらい人物や動物も頑張れよっていうことを言ってるんですよ。バザーリはもうのっけから言ってるんですよ。遠近画法の難問や解決不能の問題を研究するだけが楽しみの人であった。その問題は基礎に富んだ面白いものでもあったが、そのために人物の姿形が大変おざなりになり、年を取るにつれて姿形の出来栄えがますます悪くなった。これなんですよ。遠近法に頑張ったのはいいけど、その分人物がおろそかになっていきますよっていうことをバザーリが言ってるんですよ。1445年ですから、うちの50歳頃、これが27歳頃でしょ。50歳頃どんどん人物がダメになっていく。で遠近法は頑張ってますよってことなんですよ。だからこの絵でもこの足元だよね。このイエス様の足が枠からこう飛び出してる、飛び出し構造なんだよこれ。なんとかこの遠近感を出していこうみたいなところはこういうとこが頑張ってるんですよ。あとマリア様の、イエス様のこのいわゆる降臨だよな。こう普通輪っかだけ描くじゃん。もうほぼ皿でこの皿の遠近法的な立体感の表現のとこものすごい頑張ってんだよ。多分このくさび型のさ、これの入り方とかさ、すごいちゃんと製図して計算して描いてるんだよ。ところが肝心な顔はこれだっていうここ頑張るんだったらここ頑張ろうよっていうことをバザーリも言ってるんですよ。この時代のこの頃までのこの幼子イエスの顔っていうのが大概ひどいんだよ。それは中世以来ね、赤ちゃんは可愛いものなんだけど、これはただの赤ちゃんじゃないじゃないですか。救世主じゃないですか。救世主はただの可愛い赤ちゃんじゃまずいだろうっていうことで、
威厳のある赤ちゃんを描こうとして変になってるんだよね。全般に変なんだけど、この場合はちょっとレベルがもう違うんだよ。威厳もないじゃん。これまさにこのバザーリが言った、一言で言うと、このウッチェロっていう人は遠近法に熱心になりすぎて人物描写がおろそかになった人、どんどんおろそかになっていった人なんですよ。でどのぐらいその遠近法熱心だったかっていうとね、こんなことばっかりやってたんだよ。これはバザーリのね伝記にあるんだけどね、こういうことやってるとね夢中になって徹夜しちゃうんだって。で奥さんが「早く寝たらどうですか?」って言うとね「いや実にこの遠近法ってやつは可愛いやつでな」って言いながら一晩中こんな無線ばっかり引いてたっていう、製図屋かよっていうぐらいこういう絵を描いてた人なんですよね。透視図法的にどうやったら正確に形を捉えられるかとかね、あと複雑なものをどうリアルに描くかみたいな、これはほら72面体に全部トゲがついてる場合どうなるかみたいな、こんなことばっかり一生懸命やってるんだよ。だからさっきの親友のドナテッロ、この人がうちがこんなのばっかりやってるのを見て「お前何やってんだ」と。これ画家の仕事じゃねえぞと、これ寄木細工の人の仕事だっつってドナテッロが言ったっていうのも書いてある。実際やっぱりこれ寄木細工とかそういうのにぴったりじゃん。実際ウッチェロはベネツィアに招かれて、ベネツィアのサンマルコ大聖堂っていうね一番でっかいところがあるんだけど、そこのファサード正面のこれ大理石モザイクこれウッチェロの仕事って言われてんだよ。これもほら何面体か知らないけど、それに全部五角形のトゲがついた形を遠近法的に表現したモザイクでしょ。お前画家の仕事じゃないよっていうのをドナテッロは言ってるんだけど、もうどんどんやっちゃうんだよね。でこの人の代表作の一つにフィレンツェの一番大きなサンタマリア・デル・フィオーレ、そこにある作品ジョン・ホークウッド記念碑像って呼ばれてんだけど、ジョン・ホークウッドってイギリス人なんだけど、雇われ兵隊の隊長としてめちゃめちゃ強かった人で、フィレンツェに雇われてフィレンツェの軍を率いる隊長として大活躍した人なの。でフィレンツェに亡くなって、そのフィレンツェの中心の寺院に埋葬されてるっていう、フィレンツェにとっては大恩人の偉大な軍人なんだよね。この下にお墓があるんだよ。そのお墓の上にウッチェロが描いたこのでっかい絵があるんですよ。仰ぎ見た感じの遠近法で描いてあるんだよね。行角法っていう描き方をしてるんですけども、頑張ってますよね。まだこの遠近法が確立されてない時代ですからね。ちなみにね、ここのサンタマリア・デル・フィオーレ、フィレンツェのドゥオモにはこれも結構初期の時計があるんですけど、この時計の文字盤のデザインもウッチェロがやったんですね。自信しかない時計なんだけど、24時間計なんだけどね、こう四隅に人の顔描いてて、ほらまたひげが枠から飛び出たりとかさ、そういうことには熱心なんだよ。でこの4人が誰だか分かんないんだよね。福音書の4人かと思ったらどうもそうじゃない、なんかの聖人だな、降臨がついてるから。顔がこれだっていうのが怖いね。やっぱり降臨頑張ってたけど顔が描かない方がいいじゃんっていう、もうこんなんだったら描くなよっていう、こういう人なんですよ。まさにもうバザーリが言った通り遠近法に一生懸命になりすぎて人物がおろそかになったっていう典型なんですよ。でウッチェロの作品は何しろ古いっていうのもあってね、数もそんなにないっていうんでね、ほとんど日本に来たことないんですけども、一昨年かナショナルギャラリー展でロンドンナショナルギャラリー展来るなりコロナ禍になっていつまでも開かれずに、ものすごい作品がずっと国立西洋美術館で上野に置かれてたって、あの時に来たんですよ。これですよ、ロンドンナショナルギャラリーにある聖ジョージという、これ日本の人見ることができた貴重な作品だったんです。これ結構意欲作なんですよ。変なとこ分かりますかまずね、遠近法の人じゃない、それも線的遠近法、透視図法の人じゃない、だからさ、この線がこうなってるよね、
なんちゅうのこのはいどうしてこの敷石の線と合ってるか合ってな合ってないだろう。そうはいこっちの遠近法はこっちの方行ってるんだよ。敷石の遠近法こっちへ行ってる。でこれ一点消失法じゃなくて二点消失法っていうのにチャレンジしてんですよ。すごい。だからこの聖成寺はこの渦巻いてる雲から出てきてる。この雲から要するに天から来たんですよ。こういうパースペクティブがあるんですよ。一方竜はこの穴から飛び出てるんですよ。こっちはこのパースで来てるんですよ。地底の穴から出てきた牛を天から降りてきた聖成寺が大神みたいなこう二点消失図法で描こうって非常に意欲的な作品なんですよ。なんだけどやっぱりすごくそこはすごく頑張って描いたんだけど、人どうでもいいんだよこの人。これは聖成寺伝説ね、世界中にある竜を退治してお姫様を救う伝説の一つですよ。でこの人は今竜の生贄になろうとしてた人なんですよ。それをまあ聖成寺が今もう退治しててもう大騒ぎになってるわけですよここ。だけど竜の飼い主かと思って飼い主になるんだよ。これなんで紐持ってるかっていうと、はいこれも時間軸がおかしいんだけど聖成寺に退治されて竜おとなしくなってお姫様が腰紐でつないで町に連れてくんだよ。だけどそれは退治された後の話なんだよ。退治されてる最中にこんなに落ち着いてるっていうのもう聖成寺もねほとんど無表情なんだよね。だからこの遠近法には頑張ったんだけど人はっていうそういう人なんですよ。でこの人の代表作って言われているのがこのサンロマーノの戦い三部作ってこういう作品が3枚あるんだよ。大変な大作なんだよ。馬も描きまくってんだよ。あらゆる方向からの馬を描いてもう馬の遠近法ありとあらゆることをやり尽くしてるぐらいの絵なんだけど、肝心なのはさこの円形もだからこうパースでこういうふうにいくようにしてんだけど透視図法だけでやってるわけですよ。普通はほら線的遠近法以外に遠くのものはぼんやりと青っぽく近くのものははっきりと赤っぽくっていうそういう空気遠近法とか色彩遠近法を使って描くと奥行きが出るんだけどもう線的遠近法だけでやってるからもう奥の方も色調とかピントとか同じじゃない、つまり本来こういうふうになんか奥にこう行かなきゃいけない感じが舞台の掛け槍みたいに立ち上がって見えちゃうんだよ。これだからもうこの畑がさずっと向こうの方まで伸びてるあれなんだけどさ、なんかさ手前に山があるみたいなそんな見え方しちゃってるんだよね。だからこれもなんか遠近法頑張りはしたんだけど奥行き感逆になくなってませんかみたいなそういうところがある人なんですよね。だからもうみんなにいじられてバザールにももう終始いじられて伝記を書いた人なんですけど、でも一個一個見れば分かるようにこう馬の描き方とかね、その遠近法の研究とか画家としては十分なもう27歳の時点でこれですから十分な腕があるし、そしてまた彼がこの一生懸命他のものを全て犠牲にしてまで開発した遠近法っていうのが次の世代に受け継がれていって、それで次の世代のレオナルドたちの時代にさらにその空気遠近法とか色彩的遠近法っていうのと組み合わさって西洋絵画独特の遠近法っていうねものすごい奥行きのある空間を表現する絵画っていうのが確立されるようになったわけですよ。だからそれはそうだとバザーリも言ってるんだよ。この人の遠近法研究がなければ後々のそのフィレンツェの偉大な画家たちボティチェリやレオナルドたちもあそこまではいけなかっただろうとそういう評価はされてる画家なんですよね。そこがちょっと面白いところなんですよ。だからアンディ・ルソーがピカソとかに、本人は意図せず影響を与えてさある意味その近代美術の現代美術の父になったじゃない。と同じようにウッチェロは
全てを犠牲にしてまでの遠近法研究でこのルネサンスの礎になった画家なんですよ。そういう意味でも初期ルネサンスのアンリ・ルソーって言っていい画家なんじゃないかなと思いますね。そういう人の描いた絵だからこの感じなんですよ。なんか絵画だみたいなのの奥行きとかこういうとこやたら頑張ってんだけど人物には全然関心がないと、そういう人でした。面白かったら高評価をポチッと。ついでに